皆さんこんにちは。今日は日本の秋についてお話しします。日本の秋は四季の中で一番美しい季節だと言われています。夏の暑さが終わり、少しずつ涼しい風が吹き始めると、人々は、ああ、秋が来たなぁと感じます。朝の空気はひんやりとしていて、昼間は過ごしやすく、夜になると少し冷たくなります。空は高く、青く澄み、白い雲がゆっくりと流れていきます。そんな穏やかな空を見ると、心まで落ち着くような気がします。日本の秋といえば、まず思い浮かぶのは紅葉です。山や公園の木々が赤や黄色、オレンジ、金色に変わっていく様子はまるで絵画のようです。東京の街中でも少し歩けば紅葉が見られます。神社やお寺の境内では石畳の上に落ち葉が積もり、サクサクと音を立てながら歩くのが楽しいです。風が吹くたびに葉っぱが舞い、まるで自然が踊っているように感じます。地方に行くと紅葉の名所がたくさんあります。京都の嵐山、奈良の吉野山、長野の上高地、日光の色は坂などは毎年多くの観光客で賑わいます。昼間の紅葉は太陽の光を受けて鮮やかに輝き、夜になるとライトアップされて幻想的な雰囲気になります。静かな夜の中、光に照らされた紅葉を眺めていると時間が止まったように感じます。人々はその美しさに息を飲んで、ただ静かに見入ります。秋の空気はとても澄んでいて、遠くの山や建物がはっきりと見えます。夕方になると、西の空がオレンジ色に染まり、太陽がゆっくりと沈んでいきます。その光が雲や川の水面を照らして、まるで金色の世界になります。川辺を歩くと、冷たい風と一緒に金木犀の香りが漂ってきます。どこからともなく、ふわっと広がる甘い香りは、日本人にとって秋の象徴です。その香りを感じると、心が温かくなり、少し懐かしい気持ちになります。夜になると、虫の声があちらこちらから聞こえてきます。その音はまるで音楽のようで、聴いていると自然と心が落ち着いていきます。窓を開けて、その音を聞きながら温かいお茶を飲むと、何とも言えない安心感に包まれます。日本人は昔からこの虫の声を秋の音として大切にしてきました。秋はまた食べ物が美味しい季節でもあります。日本では食欲の秋と言われるほど
秋の味覚が豊富です。栗、さつまいも、きのこ、柿、ぶどう、梨、新米など、どれも旬の味わいがあります。市場やスーパーに行くと、秋の果物が並び、色とりどりで見ているだけでも楽しくなります。特に新米は香りがよく、つやつやしていて、口に入れると甘みが広がります。炊きたてのご飯と秋の魚、例えばサンマの塩焼きを一緒に食べると本当に幸せな気持ちになります。焼き芋も秋の人気の味です。手に持つとほんのり温かく甘い香りがふわっと広がります。口に入れると外は少しカリッとして中はホクホク。冷たい風の中で食べる焼き芋は体も心も温めてくれます。秋には様々な行事や祭りも行われます。各地で秋祭りが開かれ、太鼓の音や笛の音が街に響きます。神社の境内には屋台が並び、りんご飴やたこ焼き、焼きそばの香りが漂います。浴衣を着た子供たちが金魚すくいをしたり、くじを引いたりして楽しそうに笑っています。夜になると、提灯が明かり、みこしがゆっくりと進んでいく様子は、まるで夢のようです。人々の笑顔と秋の夜風が混ざって、心に残る思い出になります。学校では、秋に運動会が行われます。子供たちは赤組と白組に分かれて一生懸命走ったり踊ったりします。先生や家族の応援の声が響き、会場は大きな笑い声と拍手でいっぱいになります。空は晴れて心地よい風が吹く中での運動会は、まさに秋の風物詩です。子供たちの頑張る姿を見ると、誰もが元気をもらいます。また、秋は芸術の季節でもあります。美術館や博物館では特別展が開かれ、街では音楽祭や文化祭が行われます。人々は芸術を通して心を豊かにし、自分自身と向き合う時間を持ちます。本を読んだり、絵を描いたり、散歩しながら考え事をしたりします。秋は静かな時間を楽しむのにぴったりの季節です。秋の旅行も人気です。気候が穏やかで、どこへ行っても快適に過ごせます。家族や友達と一緒に温泉地へ行き、紅葉を見ながらお湯に浸かる時間は最高です。露天風呂から見える赤い山と青い空は、まるで自然が作った絵のようです。温泉に入った後、浴衣を着て縁側で冷たい牛乳を飲む瞬間は、日本人にとって特別な楽しみの一つです。
秋の風景はどこを見ても絵になります。田んぼでは稲刈りが始まり、農家の人たちが黄金色の稲を刈り取っています。田んぼのそばを通ると、稲の香りとともに季節の移り変わりを感じます。稲を干す風景や夕日に照らされたすすきの穂も美しく、どこか懐かしい気持ちになります。秋の夕暮れは特に美しいです。太陽が沈む少し前、空がオレンジから紫に変わり、街が柔らかな光に包まれます。公園ではカップルや家族がベンチに座って静かに空を眺めています。風が木の葉を揺らし、落ち葉が道に舞う音だけが聞こえます。その静かな時間の中で自然と今日も一日ありがとうとつぶやきたくなります。秋は少し寂しい季節でもあります。夏の賑やかさが終わり、冬の寒さが近づいてくる。その間にある秋は何かを思い出させてくれるような不思議な静けさを持っています。人と別れた思い出や昔の記憶がふと心に浮かぶこともあります。でも、その寂しさの中には優しさや温かさもあります。それが日本の秋の魅力です。やがて冬の冷たい風が吹き始めると、この葉はすべて落ち、秋の終わりを知らせます。しかし、紅葉の色や金木犀の香り、虫の声、秋の味覚など、秋の思い出は心の中に長く残ります。日本の秋は、ただの季節ではなく、人々の心を豊かにしてくれる時間です。自然と共に生きる日本人にとって、秋は感謝と静けさの象徴なのです。私は日本の秋が大好きです。静かで、美しくて、少し切なくて、でも暖かい。そんな秋の空気の中で歩いていると、自分の心が穏やかになり、明日も頑張ろうという気持ちになります。秋は命の輝きと、やがて訪れる冬への準備を教えてくれる季節です。その短い時間の中に、たくさんの美しさと意味が詰まっています。だからこそ、日本の秋は何度見ても心を打つのです。皆さんこんにちは。今日は日本の秋についてお話しします。日本の秋は四季の中で一番美しい季節だと言われています。夏の暑さが終わり、少しずつ涼しい風が吹き始めると、人々は、ああ、秋が来たなぁと感じます。朝の空気はひんやりとしていて、昼間は過ごしやすく、夜になると少し冷たくなります。空は高く、青く澄み、白い雲が
ゆっくりと流れていきます。そんな穏やかな空を見ると、心まで落ち着くような気がします。日本の秋といえば、まず思い浮かぶのは紅葉です。山や公園の木々が赤や黄色、オレンジ、金色に変わっていく様子はまるで絵画のようです。東京の街中でも少し歩けば紅葉が見られます。神社やお寺の境内では石畳の上に落ち葉が積もり、サクサクと音を立てながら歩くのが楽しいです。風が吹くたびに葉っぱが舞い、まるで自然が踊っているように感じます。地方に行くと紅葉の名所がたくさんあります。京都の嵐山、奈良の吉野山、長野の上高地、日光の色は坂などは毎年多くの観光客で賑わいます。昼間の紅葉は太陽の光を受けて鮮やかに輝き、夜になるとライトアップされて幻想的な雰囲気になります。静かな夜の中、光に照らされた紅葉を眺めていると、時間が止まったように感じます。人々はその美しさに息を飲んで、ただ静かに見入ります。秋の空気はとても澄んでいて、遠くの山や建物がはっきりと見えます。夕方になると西の空がオレンジ色に染まり、太陽がゆっくりと沈んでいきます。その光が雲や川の水面を照らして、まるで金色の世界になります。川辺を歩くと冷たい風と一緒に金木犀の香りが漂ってきます。どこからともなくふわっと広がる甘い香りは日本人にとって秋の象徴です。その香りを感じると心が温かくなり、少し懐かしい気持ちになります。夜になると虫の声があちらこちらから聞こえてきます。その音はまるで音楽のようで、聞いていると自然と心が落ち着いていきます。窓を開けてその音を聞きながら温かいお茶を飲むと何とも言えない安心感に包まれます。日本人は昔からこの虫の声を秋の音として大切にしてきました。秋はまた食べ物が美味しい季節でもあります。日本では食欲の秋と言われるほど秋の味覚が豊富です。栗、さつまいも、きのこ、柿、ぶどう、梨、新米など、どれも旬の味わいがあります。市場やスーパーに行くと、秋の果物が並び、色とりどりで見ているだけでも楽しくなります。特に新米は香りがよく、つやつやしていて、口に入れると甘みが広がります。炊きたてのご飯と秋の魚、例えばサンマの塩焼きを一緒に食べると本当に幸せな気持ちになります。
焼き芋も秋の人気の味です。手に持つとほんのり温かく甘い香りがふわっと広がります。口に入れると外は少しカリッとして中はホクホク。冷たい風の中で食べる焼き芋は体も心も温めてくれます。秋には様々な行事や祭りも行われます。各地で秋祭りが開かれ、太鼓の音や笛の音が街に響きます。神社の境内には屋台が並び、りんご飴やたこ焼き、焼きそばの香りが漂います。浴衣を着た子供たちが金魚すくいをしたり、くじを引いたりして楽しそうに笑っています。夜になると、提灯が明かり、みこしがゆっくりと進んでいく様子は、まるで夢のようです。人々の笑顔と秋の夜風が混ざって、心に残る思い出になります。学校では、秋に運動会が行われます。子供たちは赤組と白組に分かれて一生懸命走ったり踊ったりします。先生や家族の応援の声が響き、会場は大きな笑い声と拍手でいっぱいになります。空は晴れて心地よい風が吹く中での運動会はまさに秋の風物詩です。子供たちの頑張る姿を見ると誰もが元気をもらいます。また、秋は芸術の季節でもあります。美術館や博物館では特別展が開かれ、街では音楽祭や文化祭が行われます。人々は芸術を通して心を豊かにし、自分自身と向き合う時間を持ちます。本を読んだり、絵を描いたり、散歩しながら考え事をしたりします。秋は静かな時間を楽しむのにぴったりの季節です。秋の旅行も人気です。気候が穏やかで、どこへ行っても快適に過ごせます。家族や友達と一緒に温泉地へ行き、紅葉を見ながらお湯に浸かる時間は最高です。露天風呂から見える赤い山と青い空はまるで自然が作った絵のようです。温泉に入った後、浴衣を着て縁側で冷たい牛乳を飲む瞬間は日本人にとって特別な楽しみの一つです。秋の風景はどこを見ても絵になります。田んぼでは稲刈りが始まり、農家の人たちが黄金色の稲を刈り取っています。田んぼのそばを通ると、稲の香りとともに季節の移り変わりを感じます。稲を干す風景や夕日に照らされたすすきの穂も美しく、どこか懐かしい気持ちになります。秋の夕暮れは特に美しいです。太陽が沈む少し前、空がオレンジから紫に変わり、
街が柔らかな光に包まれます。公園ではカップルや家族がベンチに座って静かに空を眺めています。風が木の葉を揺らし、落ち葉が道に舞う音だけが聞こえます。その静かな時間の中で自然と今日も一日ありがとうとつぶやきたくなります。秋は少し寂しい季節でもあります。夏の賑やかさが終わり、冬の寒さが近づいてくる。その間にある秋は何かを思い出させてくれるような不思議な静けさを持っています。人と別れた思い出や昔の記憶がふと心に浮かぶこともあります。でも、その寂しさの中には優しさや温かさもあります。それが日本の秋の魅力です。やがて、冬の冷たい風が吹き始めると、この葉はすべて落ち、秋の終わりを知らせます。しかし、紅葉の色や金木犀の香り、虫の声、秋の味覚など、秋の思い出は心の中に長く残ります。日本の秋は、ただの季節ではなく、人々の心を豊かにしてくれる時間です。自然と共に生きる日本人にとって、秋は感謝と静けさの象徴なのです。私は日本の秋が大好きです。静かで、美しくて、少し切なくて、でも暖かい。そんな秋の空気の中で歩いていると、自分の心が穏やかになり、明日も頑張ろうという気持ちになります。秋は命の輝きとやがて訪れる冬への準備を教えてくれる季節です。その短い時間の中にたくさんの美しさと意味が詰まっています。だからこそ日本の秋は何度見ても心を打つのです。